はい、どうもこんにちは。本日はですね、ワゴン R MH21S と MH22S の見分け方、こちらをですね、ご紹介したいと思います。パッと見で判断する方法での動画となりますので、詳しく1型から5型まで知りたい方、または MH21S の前期、MH22S の後期の見分け方を詳しく知りたい方は、こちらの動画とこの動画のコメントをね、見ていただければ様々な内容が知れますので、ぜひね、こちらの動画をご覧になってください。ということで、本日はワゴン R MH21S と MH22S の誰でもパッと見でわかる違う部分をご紹介したいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、早速 MH21S と MH22S の違いをご紹介したいと思うんですけども、M さんわかります？私今キャンディー食べてるからわからない。相変わらずバカだな。聞こえてるよ。まずですね、このパッと見をご紹介するにあたって、一つだけ注意しておきたいことがあります。一概に言い切れない可能性もあります。それは、前期の車両とか後期の車両に対してパーツを変えちゃってる場合、これに関してはパッと見で見てもわかりません。それを踏まえた上で判断していただければと思いますので、よろしくお願いします。まず最初はグリルだね。グリルは、こちらは FTS リミテッドのグレードなんだけども、こちらのビレットグリルあるじゃないですか。このビレットグリルは、マーブラが付けてる車両のは、これ後期型のビレットグリルになります。ちなみに、前期型のビレットグリルは、このタイプになりますので、こちらのグリルは前期型となります。そして、バンパーは、これ丸型じゃないですか。これも後期型の象徴とも言えるんですよ。丸じゃないんだ全部。そう、四角のフォグランプになりますので、それでも見分けがつきます。やはり前期型の車両のグリルとかバンパーって結構嫌がられるんですね。前期は嫌なんだ。後期の方がいいってこと？そうだね。改良されてるっていうのがあるんで、やはり後期型の方をつけるという方が多くいらっしゃいます。なので、本当先ほども言った通り、後期型に変えられちゃってたら、もう区別つかないです。パッと見ではね。グリルも違うでしょ？違います。グリルもだから前期なのに後期のつけられちゃったりとかしたらもうわかんない。バンパーも同様にね。それなので、そこら辺はね、変えられちゃってたら判断できませんので、ご了承ください。ちなみに、ヘッドライトあるじゃないですか。ヘッドライト、今プロジェクターじゃないですか。これね。これとリフレクターのヘッドライトの違いは、これは前期と後期ではありません。これはオプションにしたかどうかです。好みの問題ね。そうです。WR もリミテッドもいずれも新車の時にオプションでプロジェクターにしたかどうかで違うだけです。なので MH21S と MH22S の違いでプロジェクターなのかリフレクターなのかっていうのは関係ありません。これはオプションでなので、これはお間違いのないようにお願いします。ちなみに WR の場合だったらどうなるかっていうのをちょっと紹介したいと思います。こちらへどうぞ。ちなみにマーブラックスタジオにあるワゴン R は MH21S の WR なんですけども、これは4型。いわゆるこの面構えになったとしても MH21S なんですよ。先ほど紹介した細かいことに関しては、この動画見てねって言った動画を見ていただければ、いわゆる4型っていうのは MH21S と MH22S の間の車両が存在するっていうのが紹介してますので、ちょっとそこら辺見ていただければと思います。その中で、この4型なんですけども、こちらはバンパーとグリルは後期型になっています。これは後期型のグリルとバンパーになっています。そして前期型の WR の面構えはこのような状況になってますので、これが前期の WR の顔となってます。なので WR も前期と後期で顔立ちが違いますので、これでパッと見分けることができます。あとはテールランプなんですけども、テールランプで前期と後期を見分けたい場合は、テールランプの前期はこのタイプになります。このタイプのテールランプが前期型のテールランプとなってまして、後期型のテールランプに関しましてはこのタイプになってますの
で、それでテールランプで前期か後期っていうのを区別ができます。同様にバンパーなんですけども、バンパーはこれが FTS リミテッドの純正のバンパーになります。または FX リミテッドとか WR でも S リミテッドって言われてる、いわゆる M ターボの WR とか FTS リミテッドとか、その方はこのバンパーになります。ちなみに前期型のこのグレードのバンパーはこのタイプになりますので、これをね、区別して見分けることができます。続いて WR を見てみましょう。さあ、WR なんですけども、先ほども言った通り、4型の車両なので、こちら MH21S と 22S の要素が重なっちゃってるんで、説明がごちゃごちゃになりやすいんですけども、こちらはちょっと MH22S と思ってください。それでお話しするんですけども、こちらが MH22S の WR の DI のバンパーとなります。ちょっと今見づらいんで、テロップね、貼っておきますけども、こちらが WR の DI のバンパーになります。そして、前期型の WR の DI のバンパーっていうのはこちらになります。こんな感じでバンパーがやはり違うんですね。そして大きな違いといえば4型の中間の WRDI と4型以降の MH22S に切り替わってる DI のバンパーはこのバンパーになります。ちなみにスティングレーってあるんですけども、スティングレーもターボ車中心でお話ししますけども、M ターボのスティングレーは先ほどのリミテッドのこのバンパーと同じバンパーです。そして DI に関しましては、この WR の DI と同じダクト付きのバンパーとなりますので、この区別が判断つきます。ちなみにテールランプに関しましては、WR は特徴的なね、テールランプになってるんですけども、これに関しましては21と22に違いはありませんので、テールランプでの判断っていうのは残念ながらできないという風な状態になっております。じゃあ続いてですね、パッと見で判断できる MH21S と 22S の違いなんですけども、続いてはですね、ドアミラーです。ドアミラーも MH21S っていうのはドアミラーウインカーがついてないんです。マーブラの車両は MH22S なので、純正でね、このタイプのドアミラーウインカーがついておりました。ただし、MH22S の最終型になると、この細長いタイプのウインカーに切り替わるんですよ。そしてマーブラはこっちの細長いタイプのドアミラーウインカーが良かったので切り替えました。それに対して MH21S のドアミラーはこのようにドアミラーウインカーが存在しないんです。なので交換さえされていなければドアミラーウインカーがついてないタイプは MH21S。ドアミラーウインカーがいずれにしてもついている場合は MH22S の違いになります。続いてはですね、ハザードスイッチです。本来、マーブラの車両は MH22S なので、本来だったら細長いタイプのスイッチになるんですけども、発注を間違えまして、それで MH21S のハザードスイッチがついております。それがこちらになります。こちらがですね、MH21S のハザードスイッチ。この大きいタイプのね、後ほどね、MH22S のハザードスイッチを見せますが、こちらが MH21S のハザードスイッチのタイプとなっております。続いてこちらが MH21S の最終の型と MH22S の型で使われている細長いタイプのハザードスイッチとなります。ちなみに、ここについているハザードスイッチの場合があります。こちらはですね、MH21S とか 22S の違いではなくて、車外のオーディオを入れている車両に関しましては、このパネルが変わるので、ハザードスイッチが上からですね、下の方に移動しております。なので、純正オーディオの方は、おそらく、ここの上の部分にハザードスイッチがついていると思います。こんな感じでね、細長いタイプと太いタイプと2つの種類があります。あとはですね、鍵です。マーブラの MH22S。こちらは、鍵はスマートキーになっています。スマートキーになってますんで、ポケットに入れてる段階でエンジンをかけたりとか、そういうのができる。電池なくなっちゃったとしても、こうやって鍵を引き抜いて、直接回したりとかもできますけども、基本的には鍵を挿すタイプではないと。それに対して、
MH21S リモコンキーとなっています。こちらはね、単純に通常の鍵でロックアンロックをできるような鍵だけとなっております。という違いがございます。続いて、MH21S か 22S かの違いを判断する材料としましては、ドアノブです。運転席、助手席、またはハッチのドアノブのところに、このタッチボタン、黒だからね、ちょっと見づらいんだけども、タッチボタンがある車両は MH22S となります。これはスマートキーになってるがゆえに、ここでロックアンロックができるような状態となります。タッチもね、一応あるんですよ。タッチもここにボタンがあるんで、ここを押せば、鍵をね、近くに、ポケットとかに持ってれば、ロックアンロックができるようになっております。それに対して MH21S は、このように鍵となってますので、ボタンを押すところが存在しません。ここの部分が一番交換するとしても、すごく大変な作業になってしまいますので、おそらく、ここのタッチボタンがあるかないかの違いを見分けるのが、一番 MH21S なのか 22S なのかの違いを判断する正確性があると思います。はい、ということでですね、MH21S と 22S の違いっていうのは、意外にもこうやって見分ける判断材料っていうのはちょこちょこございます。ただし、外装に関しては、バンパーとかグリルとかドアミラーとか、そこら辺に関しては、正直、カスタムが好きな人で交換されている車両の場合なんかだと、一概に MH21S だなとか、MH22S だなとか、そういう違いっていうのは判断しづらくなってしまうんですけども、交換していないことを前提とするならば、先ほどね、お話しした内容っていうのが判断材料となりますので、そちらで判断いただければと思います。なので、パッと見で一番正確性が強いのは、ドアノブのタッチボタンがあるかどうか。これが一番見分けやすいかなと思います。その次はドアミラーウインカーかな。その判断をすることによってだいぶ正確性がある判断材料となりますので、もし MH21S と MH22S の違いをね、知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただければと思います。もっともっと詳細が知りたいという方は、こちらの動画の内容とコメントの内容を見ていただければ、マーブラよりももっと詳しい方なんかがね、コメントいただいたりとかしてますので、ご覧いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。高評価やコメント、またはね、マーブラックの他の動画が気になる方は、チャンネル登録をしていただいて、チャンネルページの方から様々な動画を見ていただければと思います。またですね、マーブラックは不定期な動画の配信となっておりますので、ベル通知をオンにしといていただきますと、最新動画のチェックが通知でお知らせになりますので、ぜひともベルの通知をオンにしといていただければと思います。M さんなんかある？キャンディー舐め終わっちゃった。あ、そう。はい、わかりました。ということで、またお会いしましょう。さよなら。